はい、こんにちは。ショートカットをね、打ち方の方の動画をいくつか上げさせてもらってます。打ち方はね、本当にいろいろありますので、これがね、正解っていうのはないんですよ。で、フィーリングもすごくありますから、プレッシャーの度合いっていうのも人それぞれ。で、グリーンの速さもね、同じコース回ってても速さ違いますよね。それからいろんなコース、我々アマチュアいろんなコースでやるわけですから、まあ本当にこれといったね正解はないと思うんですが、その中で、もし自分にね、この打ち方いいなっていうのがねあったら、それを自分の打ち方としてね、ぜひ練習してもらって、でショートパットをバンバン入れるっていう、自信持ってやると、ゴルフすごく楽しくなりますから、スコアも良くなります。で、いくつかインパクトで、止めるとかね、クラブが重いのでスッとなかなか止めにくくはなってます。ですからこの辺にも力入れる、つい抜けちゃうとね、前回の私の2対1のデモンストレーションでもね、少しヘッドが出過ぎなんてね、お叱りを受けました。なかなか思った通りにはね感覚ですから、少しずれちゃう時もあると思うんですが、その中で自分の気持ちの問題ね、精神的な部分とやはり目指すべきゴール、今どういうことをやってるのかっていうのを、やっていくってことだと思うんですね。それで今日はまた新しい打ち方を一つ、ご紹介したいと思います。で、私の中では結構実績のある打ち方で、私もねいろんな打ち方してるもんで、本来のエースの打ち方が何がどれだったっけななんてね分かんなくなっちゃうこともあるんですが、その実績のある打ち方はですね、ボールを下からねこすり上げるっていう打ち方なんですよ。でこれはどういう時に実績があるかというと、ショートパットです。まずショートパット 1m、2m、3m ぐらいまでいけますね。で球がね伸びます。ですから下りとか横はダメで、前回の2対1の時かなんかにも言いましたが、下りとか横のラインはそうですね、すごく重ければいいですけど、速いグリーンではもう狙いに行っちゃダメです。寄せるだけ。平らかちょっと曲がる、あるいは上りで、上りでショートするって結構多いじゃないですか、アマチュアね。もったいないですよ。だから上りはやっぱり突き抜けるようなイメージでオーバーしてほしい。かといって 2m オーバーしたらね、今度下りの 2m 嫌ですから、それは困るんですけれども、その平地もしくは上りでね、やはり推進力のあるボールを打つためにこすり上げるんですよ。イメージとしてはもうハーフトップするようなイメージですね。ハーフトップするようなイメージでこすり上げる、下からこすり上げる、下からハーフトップ、これいい、この感じ、これいい、インパクトビタダムがちょっとできてくる、こすり上げてますので、ちょっと引くっていうのがありますけど、上にスッと引き上げてる部分ね、こすり上げてなおかつヘッドを決めたい、こすり上げたい、下からね、どこまでできるかな、ちょっとやってみますね。ハーフトップ、結構ハーフトップのイメージですよ。下からね上にこすり上げるんです。ボールにこういう回転かけるように。だからこれはね9ミリとかもそれ以上上げてもいい感じ。この感じ近い。今の感じが非常に近いです。ちょっと硬くなってますね、今日の撮影で。これも近いですね。これも近い。はい。どうでしょう。皆さんのその感覚があると思うんですが、もう私としてはね、もうこれを、もちろん空振りしてはいけません。空振りしてはいけませんけれども、そうですね、4センチあるじゃないですか、ボールがね。で構えた時下つけておいて、
結構上を振るぐらいのイメージでこすり上げてます、ね、機械でね測ると後でちょっとやってみますけれども結構アッパー5度ぐらいのアッパー、打点はそれでもね地面から15ミリを超えるってことはなかなかないんですけれども、普通が3度ぐらいのアッパーだとしたら2度ぐらいアッパーになってます。ちょっと今からその機械をつけて測定をねしてみたいと思います。はい、じゃあ、今このパッドラボのですねこのクラブの動きでどのぐらいこすり上げてるのかっていうね、ことを見てもらうためにこの機械を装着しました。で今こちらとシンクロして今構えてるのとこれ見てください。こう今こう赤くなってますよね。これねフェースの向きキャリブレーションっていうのをしなくてはいけないのでキャリブレーションから始めますよ。スタートしてメジャーですね。それでキャリブレーションをしました。ではこすり上げられたはずです。ちょっと先に行っちゃったかな。ちょっと怪しいですがちょっとやってみていいですか。若干怪しいです。もう腕がね、落ちてます。はい。どうでしょう。まあまあいいですね。フェイスエイムですから、最初の照準が一度ちょっとかぶってるんですが、若干スライス気味なんでね、そしてね、右に抜けちゃうんで、コンシステンシー、一貫性 94% ですから良かったです。はい。フェイスクローズなんですよね。これなんでだろう。これ結構なクローズですよ。それでもカップに入ってるんで、やっぱりちょっと普通に構えちゃうとね、ここ右に抜けちゃうので、まあしょうがないですね。少しスライス。まあ打点もまあまあです。芯の近いところで打ててます。ナイスポット。ね。それで、パスディレクション方向。例ですね。これはまっすぐ触れたっていうことですよ。これはよしとして、フェイスはローテーションですから、やはりまあこうね左へ行くのにちょっとかぶってますが、この辺はよろしいとして、これどうでしょう。 4.6 度アッパー、こすり上げてると言ってる割には4.6 度、普段がね3度ぐらいのアッパーなんで、気持ちはアッパーですね。で地面からの浮き具合は10ミリですから、そんなに上じゃないですね。もっとこすり上げてもいい感じ。でもやはりアッパーに打ってました。はい。今ね、こすり上げの打ち方、結果を見て5度ぐらいのアッパーというね、結果この分析装置で出ましたが、ちょっと撮影ですとやはり緊張しますので、もうちょっとアッパーでもいい感じ、6度7度、ボールのカップインのね状況を見ながら、皆さんに練習してもらいたいと思うんですが、結構極端にやってハーフトップさせるぐらいのイメージでもなかなかトップしませんから、それでグイグイといきます。それこそオーバースピンのイメージでね、ロフトも若干マイナス気味でハンドファーストに構えてこすり上げていいと思います。で要は平地とか特に上り傾斜が2度とかあるとね、結構打ってるつもりでもショートしちゃうんですよ。それすっごい悔しいしもったいないんで、上りできつければ薄めにラインを読んで、こすり上げていくとボールに勢いがあってね、カップまで届きますので、それを練習してもらって、1、2メーターをね高確率で入れていくと、そういう今回は打ち方のご紹介でした。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネルの方も順調に皆さんのおかげで伸びておりますので、初めての方はぜひねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。